あなたはメキシコで起こった集団失踪事件を知っていますか？ 2014 年ノルウェーにて史上最年少の17歳でノーベル平和賞授賞式の壇上に立った女性、マララ・ユスフザイさん。その式典の最中、突然一人の男が乱入してくるんです。男は、マララさん、メキシコの学生たちを忘れないでと訴えました。この男が言うメキシコの学生たちとは一体誰のことなのか。実はこの式典の3ヶ月前、メキシコイグアラ市で前代未聞の事件が起こっていたんです。被害者となったのは43人もの大学生たち。なんと彼らは集団失踪したんです。そしてこの事件の内容もさることながら、世界中が本当に衝撃を受けたのは捜査当局によって発表された首謀者の正体だったんです。なんとこの事件の犯人と目される人物は市長とその妻だったんです。43人もの学生が集団で失踪した事件。一体なぜ市長夫婦は学生たちを襲撃させたのでしょうか。その真実を紐解くと、あまりに巨大すぎるメキシコ政府の巨大な闇にたどり着いたんです。はいどうも、杏仁豆腐大好きなけんちゃんです。どうも、闇谷ニコです。学生がね、43人もいなくなるっていうのは結構なことなんですよね。なんかでっかいところが裏に潜んですよね。そうなんですよ。まずはね、この事件のきっかけから見ていきましょう。襲撃された学生たち。事件が起こったのは1994年9月26日、メキシコ南西部イグアラ市。大通りを数台のバスが走行していました。このバスに乗っていたのがアヨツナパ教員養成学校の大学生たち。彼らはデモ行進に参加するためバスで首都メキシコシティへと向かっていました。彼らが出発したアヨツナパからメキシコシティまではおよそ300キロ。300キロっていうと、東京とね、名古屋間ぐらいの距離なんですよね。ですが教員養成学校の学生たちは皆貧しく、運賃を払うのも苦しかったんです。そこで彼らはバスに乗車するために驚きの行動に出るんです。なんと彼らはバスを乗っ取ったんです。いや、おかしいやろそれ。停留所でバスを占拠し、お金を払わず目的地まで連れて行かせたんです。学生たちもやばいじゃないの。メキシコのやつらってね、そんなやつらばっかですよね。なんであんた知ってんのよ。こうしてデモに向かっている途中で事件は起きるんです。時刻は午後9時半頃、バスは急ブレーキをかけて停車。その理由は彼らの行く先を塞ぐようにして何台ものパトカーや警察車両が止まっていたからなんです。すると車から武装した数人の警察官が降りてバスに近づいていきます。そして彼らはとんでもない行動に出たんです。なんとバスに向かって一斉射撃したんです。狭いバスの中では人が人の上に折り重なり大混乱。その襲撃の結果6人が死亡し25人が負傷。そしてその他の43人の学生はなんと拉致されたんです。警察車両に乗せられてどこかへ連れ去られてしまいます。1994年9月26日、この日が生きている彼らが目撃された最後の日となってしまったんです。学生がバス乗ってるのも驚いたけど、警察が襲ってくんの？もう警察じゃないですよ。ここからね、この事件の裏には一体何があったのかというところで、このね、メキシコという国のね、闇について迫っていきたいと思います。衝撃の犯人。動画の冒頭に皆さんに捜査当局は市長夫婦を首謀者と考えたという話をしましたよね。というのも、これほどまでにイグアラ市警察を組織的に動かすことができたのは市長以外にはいないと結論付けられたからなんです。その推理っていうのがね、合ってるのかっていうのは分かんないんですよ。ここでね、問題になるのが市長夫婦がね、学生たちを襲う動機があるのかないのかっていうところなんですよね。そして捜査当局は有力な手がかりを入手します。それはある殺人事件。今回の事件の1年前に起きたもの。被害者はエルナンデス・カルドナ、イグアラ市の政治家です。遺体はバラバラにされ、路上に撒かれるという無残な形で発見されたんです。ですがね、この事件ね、証拠不十分で迷宮入りになってしまうんです。しかし捜査当局の再捜査によって犯人の可能性がある人物としてアバルカ市長が名指しされたんです。彼は被害者のカルドナ氏と同じ政党に所属するもことあるごとに対立。カルドナ氏が殺害される直前も激しい言い争いをしていたことが分かったんです。そのためアバルカ市長がカルドナ氏を殺害したと考えられたんです。実はね、このね、被害者のカルドナ氏、学生の子たちとつながりがあったんです。実は失踪した学生たちはこのカルドナ氏と学生運動を通じて接点があったとされているんです。つまりカルドナ氏同様に学生たちも市長に歯向かったため襲撃されたという可能性が濃厚なんです。
めちゃくちゃ恐怖政治じゃないの。誰が投票したのこんな市長に。まあね、このね市長もやばいんですけど、うん実はねやべえやつの奥さんもやべえってことで、この市長のね奥さんもねやばいしか言ってない。実は市長の妻のマリア氏はイグアラ市を牛耳っている麻薬犯罪組織ゲローレス・ウニドスのリーダーの実の妹なんです。やべえな。しかもただの妹ではなく、陰で組織を取り仕切り、夫と共に200件以上に及ぶ殺人に関与したという疑いが持たれているんです。そしてついた異名は死ぬられた女帝。ではね、このマリアはね事件とね一体どうやって絡んでくるんでしょうか。実は彼女、夫の任期満了を待って次期市長に立候補を予定しており、しきりに講演活動を行っていたんです。そして事件当日もマリア主催の講演会が行われていました。ところがこの講演会の妨害を企む一団がいたんです。それが教員養成学校の学生たちでした。アバルカ市長夫妻は対立する者には容赦ない手段を取る人物。学生たちは市長と対立するカルドナ氏と接点を持ち、マリア氏を妨害しようとしていたんです。だから消されてしまった、そう考えられていたんです。そして襲撃からおよそ1ヶ月後、ついにアバルカ市長と妻マリア氏が逮捕されたんです。そしてその3日後にメキシコ政府が行った発表は世界を戦慄させました。市長夫婦は警察に命じて学生たちが乗った4台のバスを襲撃させました。拉致された43人の学生たちは警察の手で麻薬犯罪組織ゲローレス・ウニドスに引き渡され、全員殺害されました。遺体は灰になるまで燃やされ、川に投棄されました。警察が麻薬組織とつながってんの、めちゃくちゃ腐敗してんじゃないの。まあメキシコっすからね。行ったことあんの。政府がね、発表したことがね、うんそもそも真実なのかっていうことなんですよ。皆さん、政府だからといってね正しいと思っていたら大間違いです。政府の会見の数日後、恐るべきことが発覚したんです。発表された内容に捏造の可能性が浮上したんです。実はこの政府の会見前、麻薬犯罪組織のメンバー70人以上が逮捕され、日夜連邦警察の下で尋問を受けていました。しかし仲間意識の強い彼らはおしなべて口が固く、さほどの進展がなかったんです。そんな中ね、政府側からある圧力がかかるんです。市長夫婦を逮捕してしまった手前、事件についての発表は早急に行わなければならないというのです。そこで連邦警察は尋問の方法を変更します。それは非常に恐ろしいものだったんです。息が苦しくなるようにビニール袋をかぶせたり、電気ショックを与えたり、頭をつけさせる水攻めにしたり。いや、もうどういう教育受けてきたん。その惨状はまさに拷問と呼ばれるものですが、これ彼らに事件の真相を供述させるためではなかったんです。警察が拷問によって得ようとしたもの、それは政府にとって都合のいい供述をさせることだったんです。いやひどいよね。もろ捏造じゃない。そんなことがあったんで、市町村のねちっちゃい事件がね、国のね国レベルの国家レベルのね、この闇に踏み込むね大事件にね発展していくんです。この事件の解決を目指すね、ある特任チームが結成されて、どんどんこの事件に介入していくんです。結成特任チーム。あまりのメキシコ政府の横暴さに国際機関もついに動き出すんです。アメリカ大陸に属する国の中で人権が守られているかどうかを調査する米州機構人権委員会がメキシコ政府の対応を問題視したんです。メキシコ人以外の専門家が集められ、メキシコ政府から独立した調査権限を持つ特任チームが結成されたんです。2015年3月、特任チームはメキシコに派遣されます。このチームのメンバーは各国で活躍する各分野の5人のエキスパートたち、そしてそのリーダーはスペイン人のカルロス・ベリスタイン氏。30年にわたり様々な難事件を解明してきたスペインの犯罪心理学者なんです。アベンジャーズ的な人たちが集まってきてんじゃないの。多分さ、こいつらさ夜パーティーしてるこいつら多分タイ料理とオーストラリアの料理とかスペインのタイ人とかいたか。5人は着任早々再調査を開始。メキシコ政府による捜査発表の矛盾点をついていきます。まずは失踪した学生の遺体について。メキシコ政府の会見によると、遺体は灰になるまで焼き尽くされたと言っているんです。ですが特任チームの調査によると、43人もの遺体を灰になるまで燃やすには6畳間の部屋を天井まで目いっぱい詰め込んだくらいの量の薪が必要だということが判明。そしてその量は重さにするとなんと3トン以上にも及ぶんです。もしこの方法が本当だとしたら、高く上がった煙や炎に近隣住民が確実に気づくはずなんです。つまり殺害方法としてこの遺体を灰になるまで焼き尽くすというやり方はデメリットしかなく現実的ではないんです。容疑者の供述のみに頼る政府の発表はあまりに不自然なんです。さらにね追及は続いていくんです。
次に学生たちが市長の妻の講演会を妨害しようとしていたということについて、当初学生たちは市長の妻マリア氏主催の講演会を妨害するためにバスで向かったとされていたんです。しかし実はこの学生たち、この講演のことは知らなかったことが判明。なぜそんなことが言えるのでしょうか。実は彼らがバスに乗り込んだ時間には、なんと講演会はすでに終了していたんです。はあ、何それ、めちゃくちゃ不自然じゃない？ではこのことが一体何を意味するのか。講演会の襲撃は市長が学生たちを襲撃させた有力な動機の一つとされていたんです。しかしそれが事実無根だったんです。ということはつまり、政府が意図的に市長夫婦を犯人に仕立て上げようと誘導している可能性があったんです。まあね、政府が発表したね情報がね、もう次々嘘っつうのがね、分かってきたんでね、もうこんな国ね、一体何を信じていいかもう分かんないですよ。誰も信じれないよね。あんたの言ってることさえ信じれない。そこでね、特任チームはね、政府が一番隠しておきたかった事実にどんどんメスをね入れていくんですよ。一体43人の学生たちに何が起こったんでしょうか。政府が隠した真実。特任チームは調査を進める中で、ある人物から重要な証言を得るんです。その人物とは、バス襲撃直前に危険を察知して車内から逃げ出すことができた学生。彼は自分が逃げ出したバスの色やバス会社の名前などを覚えていたんです。そしてそれは政府が発表したバスの情報とは全く異なるものだったんです。さらに調査チームは政府がひた隠しにしようとしているあることを突き止めます。政府の発表では4台のバスが警察官に襲撃されたとなっていたんですが、実はなんともう1台あったんです。つまり逃げ出した学生が乗っていたバスは、事件の発生からずっと存在が伏せられていた5台目のバスだったんです。随分手が込んでるわね。実はこの特任チーム、あらゆる局面で幾度となくメキシコ政府の妨害を受けていたんです。度重なる要請にもかかわらず、アバルカ市長夫婦など収監中の重要な被疑者との面会が許可されなかったんです。さらに街の各所に備えられている監視カメラの提供を求めても、データが保存されていないなどの理由をつけられて拒まれ続けていたんです。バチクソ怪しいな。そして例の5台目のバスなんですが、証拠となるビデオや軍・警察の記録からはその存在を一切消されていたんです。政府は一体なぜこれほどまで5台目のバスを隠したかったのでしょうか。その謎を解く手がかりとして驚くべき事実が明らかになるんです。それはメキシコとアメリカを結ぶ国際的な麻薬密輸プロジェクトの存在。事件が起きたイグアラ市のゲローレス・ウニドスをはじめとする麻薬密売組織は、アメリカのマフィアに麻薬の密売を行っていたと言われているんです。そしてこの2カ国をつなぐために普通のバスにカモフラージュした麻薬密輸バスが使われていたというんです。そういうことよね。バスっていうことはそういうことよね。あ、気づいちゃった。皆さんもね、もう分かりますよね。特任チームはこう指摘します。消された5台目のバスこそ麻薬密輸バスではなかったのか。そう、先ほど紹介した消されたバスが麻薬密輸のためのバスだとすると、全ての歯車がきれいに噛み合うんです。そしてこの事実の隠蔽を政府が主導して行っていたということは、メキシコ政府が自国の麻薬密売組織、そしてアメリカのマフィアとつながっているということなんです。何も知らずに普通のバスだと思ってうっかり乗り込んだ学生たち、バスの中で何かを見てしまい消されてしまったのでしょうか。特任チームが関係者に証言をいくら求めても、ほとんどのものが口を固く閉ざしていたというんです。メキシコとアメリカ両国をまたいだ麻薬密輸プロジェクト、その裏でおびただしい数の警官や軍人、政治家らが買収されていると言われているんです。そして2016年3月、まさにこれから調査が佳境に入ろうという時に、特任チームの調査期間が満期を迎え終了。期間の延長を要請するもメキシコ政府は却下。特任チームが示した新たな線について捜査を引き継ぐことにもほとんど関心を示さなかったんです。こうして43人の学生の集団失踪の真相は闇に葬られました。特任チームのリーダーを解任されたカルロス・ベリスタイン氏も失意のうちにスペインに帰国することになったんです。行方不明になった学生たちの家族にとって特任チームは真相解明のための唯一の拠り所だったんです。特にリーダーのカルロス氏は深い絆で結ばれていたといいます。帰国の途に着く前、カルロス氏は別れを惜しむ家族にメキシコに再び戻り、真相解明の続きを果たすことを誓ったんです。イグアラで本当に何が起こったのか、いつかきっと真実を知る日が来ることでしょう。